植木チャンネル。おっす。皆さんこんにちは。世界で教えの植木です。皆さんこんにちは。空手道東進塾の大谷です。前回からオンライン会で東進塾の魅力についてお話をしていますが、今回は体に注目して話をしたい実演をしていこうと思います。自分は座って空手をやっています。車椅子も使ってるんですけど、自分の場合は車椅子よりも座っている方が、もともと小学生頃やってて、座って戦うやり方を知りたかったっていうのがあるんですが、それはあるんですけど、それ以上に座った方が、車椅子だと横にいろいろあったり、フレームがあって、足が真横に動かせたりとか、何よりも地面に足を動かして、いろいろ重心を動かすとか、体を全部使って動かしていくっていうのがすごく好きだったんですね。で、それで、ずっと前の日でも座って稽古してたんですけど、意識としては、体でもよく座ってでも、体ができるっていう意識だったんですけど、この間、大谷先生が稽古した時に、体だからこそできる体があるって言われて、体でもできるじゃなくて、体だからできるっていう、価値観が変わって、そうかって思ったんですね。今回はそれを、実技でお伝えしたいと思います。おっす。はい。では、技の実演をしていきます。はい。で、座ってるね、座だからこそできる空手。はい。で、東進塾の空手はね、主にこの護身目的、護身術としての空手っていうのをお伝えしています。はい。で、座ってる人ね、襲われているとしたら、手より足の方が相手に近いわけですよ。だから殴りかかるというよりかは、結構、この蹴りで攻撃されるっていうことが、多いかなと思います。逆に言うと、その蹴りが来るっていうのは予測しやすいので、相手が蹴りを放っていた時に、バッと受けてタッチ。相手を殺して、で、上から相手を制圧するんだ。と、打撃を一例。っていうことが、できるわけですね。はい。次にですね、はい。正拳上段突きっていうね、空手の基本技の一つ、正拳突きを相手の顔面に打つ技があります。はい。で見ての通り、植木さんがこの打った時に、相手の顔面じゃなく、男性の最大の九州っていうのはね、金敵がちょうどこの目線の高さになるんで、ここに向かっての技がすごく出しやすいっていうことがあります。はい。襲う側にとってはすごくね、不利なんですね。だから、やーってこう襲いかかっていくのを正拳突きでバーッと抜かれたり、裏切り打ち、バーッてやったり。
抜き手、ね、指先を伸ばしてこのような感じで相手の弱点に非常に攻撃をしやすいというメリットがあります。はい、どうだったでしょうか。ちょっと最後に気をつけてしまいましたけど、財源を変えてっていうのも、いろんな可能性があって、もちろん財に限らず、一人一人がいろんな体を持っていて、それぞれの可能性があるというのをお教示しました。それぞれ完璧なものはなくて、メリット、デメリットがあるんだっていうことを教えていただきました。それがすごく自分にとって大きなパラダイブシュートになったんですが、他のもう少し教えていただきたいです。はい、そうですね。はい、メリットデメリットっていう話になりましたけど、僕が植木さんのような体だったら何ができるのかっていうのをね、考えてみて、同じ姿勢で彼と一緒にこうやってみるんですよね。はい。そうした時にね、いろんなひらめきが出てくるんですよ。はい。だから座ってるから相手よりこう姿勢が低いからね、蹴られやすいっていうのはこうデメリットでもあるんですが、逆に言うとその予測しやすいのでキャッチして相手を制しやすいっていうメリットにもなりますよね。はい。で、座ってるから自分のパンチが相手の顔面に届くっていうのはなかなか立ってる相手はなかなかないっていうね。顔面への攻撃ができないっていうね、デメリットに感じますけど、裏を返せば、筋的にね、先ほど実演しましたけど、手が近いということですので、そこを攻撃しやすい。相手の最大のジャンプで攻撃しやすいってね。そういうのがね、分かってくるんですよね。はい。そうそう。だから、すべてね、先ほどもおっしゃってましたが、完璧なものはこの世にはないね。全部表裏一体で陰と陽ってね、良い面もあれば悪い面も必ず、あるということなので、はい。だから、ね、必ずしもこれ障害があるっていうことがデメリットではない。デメリットももちろんありますけど、メリットいっぱいあるね。はい。僕ら、これ立って生活できるものでももちろんメリットがあるけど、やっぱりデメリットもね、やっぱり同時にあるんですよね。はい。そういうふうに考えていれば、みんなね、等しくね、一緒なんですよね。はい。だから、それがやっぱりね、一人一人体の特性が違いますので、それぞれに合った、それぞれの人にできる空手っていうのを提案させていただいております。はい。一人一人に合った体の探求を一緒にしていけたらと思います。ぜひ一緒に空手をやりましょう。よし。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。